ビエトの大地の偉大さを思い知った柚木ゆかりです。友達が憔悴していくのを見て楽しんでいた木津あかりです。いや助けろよ。私巻き込まれるの嫌ですよ。ゆかりさんが遊んでいたモッドって高難易度で有名なモッドじゃないですか。今回遊んでいたモッドはワールドアブレイズ。俗に言う史実再現モッドですね。結構楽しそうじゃないですか。なかなか敷居は高いですが、やってみると楽しいモッドにはなってます。時間とともに国が弱っていく戦争疲労や、資源である鉄を鋼鉄に変えないといけない仕様とか、史実に寄せようとする力強い意志を感じます。じゃあ、なんであんなに辛そうだったんですか？今回遊んだのはドイツ。そして考えてほしい。再現度が高いということは、史実で辛いところも再現されているということを。特に数軸国が辛い。まず資源関係。もっと独自の製鉄所とアルミニウム生成所が追加されていますが、バニラと違って石炭、ボーキサイト、鉄が追加されていて、鉄を工業に使える鋼鉄に変えるために製鉄所が、ボーキサイトをアルミニウムに加工するためにアルミニウム生成所が必要です。管理がめんどくさそう。まあこれは工業立国ドイツなだけあって潤沢にあるので問題はないです。問題は原材料。ドイツにない資源は石油、鉄、ゴム。鉄はスウェーデンからの輸入でなんとかしないといけないですし、ゴムは合成生成所で作っていかないといけない。石油に至ってはソ連のバクーまで行かないと足りないです。石油ならアメリカから、ゴムならマラヤから買えばいいじゃないですか。それができないようになってるんですよ。バニラでも貿易影響度ってあったじゃないですか。仲の悪い国には貿易量を減らしてくるやつでしたっけ？そうそう。バニラでは気にしなくていいんですが、このワールドアブレイズでは仲が悪いと全く貿易してくれなくなるんです。ということは？ゴムのある東南アジアとは貿易できない。石油もアメリカは売ってくれないから自前で作らないといけないし、鉄もスウェーデンが売ってくれますが途中でそっぽ向くので、連合から解放して数軸ファミリーに入れる作業が待ってます。ちなみに石油は自前で作っても全然足りません。誰とも貿易できないって、世界に嫌われて孤立している苦しみですね。日独に誰も資源持ってないんですよね。なんならドイツが一番マシという。ちなみにこのモッド、まだクリアできていません。けど7回くらい挑戦していい感じに回せたのでみんなに見てほしい。今回はそういった内容になってます。お手並み拝見ですね。さっきは資源が足りないと言いましたが、資源以外にも足りないものがたくさんあります。最初はいいけど、後でじわじわ効いてくるのが政治力。様々なバフを得たり、デバフを軽減するディシジョンでかなり使うので、国家方針ラインラントと数軸国の宣言で得れる政治力で、政治力獲得量を増やしてくれる寡黙な勤勉家を2人雇います。逆になんなら足りているのって感じですね。ドイツの強みとしては最初から部分動員に入れるので軍拡が早いこと。ドクトリンの研究が早いので、戦争初期はドクトリンで圧倒できます。しかしこのモッド、戦時体制に入れば入るほど、民主工場の建設速度が下がり、戦争疲労がたまります。ですから、民主工場は建設しない方がいいです。その戦争疲労って何なんですか？戦争疲労は、国が戦時体制に入ればたまるもので、段階的に大きなデバフになっていきます。戦争疲労は民主工場の建設速度を下げるので、ドイツが民主立てない方がいい理由にもなってます。ということは私たちは、戦争疲労がたまる前に、石油が切れる前に、敵を粉砕する軍隊を手に入れないといけないということですね。その通り。ともかく国力高い敵が多いので、最初だけでもアドバンテージがないと何もできません。特に突破力の元となる戦車と航空機の生産を優先的に行っていきます。軍拡を進めること1939年8月23日、第二次世界大戦の時間です。大事に育てた軍隊がどれだけ使えるか楽しみですね。ドイツの力があれば最初のポーランド・フランスは難しくありません。しかしソ連戦を考えると余裕がない。なので大事なのは勝つこと自体ではなく、いかに短期間で終わらせるかです。こんな時から考えないといけないんですね。このモッドはパルチザンが湧きまくるので、鎮圧に使う警歩兵衆がとにかく足りない。もちろん最前線の兵士も使う重要度の高い装備です。そして戦車と航空機に多くの工場を使いたいので、
あまり軽歩兵銃に工場を使うわけにもいかない。というわけで目指すは短期決戦です。戦車の配備が間に合わなかったのでとりあえず暗号解読のバフで改善を図ってます。本当に色々考えてやらないといけないんですね。はは、7回も負けたらこうなるんですよ。後から考えたら平押しするんじゃなくて、包囲殲滅狙った方が良かったですね。まあそれでもポーランドは2万人くらいの犠牲で勝てるので、そこまで気にしなくていいような気もしますが、やはりフランスが問題なんですか？制空権が取れないのでポーランドと違って時間がかかります。史実でのフランス侵攻は来年の5月から始まりますが、そんな余裕はありません。返す刀でフランスに侵攻していきます。このモッドの面白ポイント。史実通りソビエトがポーランドに宣戦布告をしてきます。バニラでもドイツがポーランドに手こずるとしてきますよね。まあそうなんですが、これの面白いところは、バニラでは英仏がソ連に宣戦布告するのに対し、このモッドでは英仏はソ連に宣戦布告を行いません。史実まんまの経営じゃないですか。歴史の再現度が高いですね。ここ制作者の関わりポイントだったんだろうなと。初めて見た時にはびっくりしましたね。作ってくださった制作者の方には感謝です。ポーランドは降伏したので次はフランス戦。奇作戦でベネルクス国家に宣戦布告をしていきます。マジノ戦を会ですね。これでフランスはベネルクス戦線、マジノ戦、イタリア戦線の3正面戦闘です。制空権も取れていますし、早期決着を図っていきます。抜けてはいますが、あまりうまくはいきませんでしたね。平押しになっているので時間がかかってますね。あまり工場に余裕がないので作ってなかったのですが、軽戦車でもいいので、戦車師団を作った方がいいかもしれませんね。次からの課題ですね。さっきも話しましたが、このモッドの仕様として、かなりパルチザンが多いです。維持費だけでも、かなりコストがかかりそうですね。ですから、対策を2つ取っています。まず1つ目は、今やっている国家弁務官区を利用すること。彼らは迎合度を上げる国家方針を持っているので、私たちで管理するより効率的に管理してくれます。ただ難点もあって、これもこのモッドの面白ポイントだと思うんですけど、バニラの国家弁務官区と違って、占領地が中核州になっていません。ドイツから管理者がやってきて、君たちは今日からポーランド総督府の国民だと言われて、納得する人はいませんよね。そう考えるとこれも史実再現といったところでしょうか。バニラの国家弁務官区の使用はあまり好きではなかったので、この使用はかなり嬉しいです。まあ、この使用のせいでドイツが厳しくなってるのもあるんですが、そして2つ目の対策が主にフランスで、協力政府の樹立を行っています。今回のプレイでは2段階まで準備できたので、これで迎合度 30% を得ることができます。迎合度が上がると使える工場も増えますし、パルチザンも減るので、いいことずくめですね。意外と建設してこなかった民需工場が手に入るのがありがたい。独ソ戦に備えてさらなる合成生成所と空軍基地を建設しないといけません。補給のことを考えると、鉄道の整備も行いたい。となると今後は民需工場も必要になってきます。軍、民の総動員、まさしく総力戦ですね。飛行士団の徴兵を優先していたので遅くなりましたが、1941年8月28日よりバルバロッサ作戦を開始します。人類史上最大の戦いの始まりですね。作戦はどうなってるんですか？まず独ソ戦の前提なんですけど、物量では絶対勝てません。航空優勢も取れて一部空域のみです。一方で最初だけならドクトリンは圧倒的な差があります。最初の90日間は強力なバフを得れるので、敵軍の包囲殲滅を繰り返し狙っていきます。物量差を少しでも縮めていくわけですね。現在ドイツ軍が保有する軍団は歩兵が6軍団と戦車1軍団。うち歩兵3軍団は戦線維持を行い、残りの歩兵3軍団はバルト地方とベラルーシを攻撃。飛行部隊は制空権の取りやすいウクライナで攻勢をかけていきます。まずウクライナ方面は順調に進行中。南端部の包囲も完了しましたね。南部戦線は包囲殲滅がしづらいので、こういった小規模包囲しかできません。戦車の足を生かして繰り返し行っていきます。次は中央部での大規模包囲に成功。おお、大戦果ですね。しかし、今から考えると、
ここでの判断が後で尾を引くことに。というと、ここで私は包囲した敵軍を同盟国に任せて前進することに決めていました。同盟国が殲滅できなくても維持さえしてくれれば、攻勢が難しい冬の時期にゆっくり殲滅したらいいとの判断です。バルバロッサ作戦中は時間が惜しいですから合理的ですね。しかし、この包囲した敵軍が制圧する後方が補給に与える影響がわからず、後で心配になって歩兵1個軍団を抽出してしまったんですよね。目標指針の一貫性がないのはまずいですよ。ここで殲滅を優先した方が良かったのかはまだわかりませんが、歩兵師団が24師団を行ったり来たりしているので、間違いなく大幅なロスです。この24師団で突出部をもう1個作れたかもしれませんもんね。いやはや全くもってその通り。けど1個分かってほしいこともあって、プレイ中この大戦果に戦争の勝利を確信していたんですよね。盛大な負けグラムが立ってますよ。なんと無事に回収してしまいました。次は北部での敵軍の包囲が完成。画面には映っていませんが、バルト方面で20師団ほどの包囲も完成しています。あれ、負けた割には戦果が上がってますね。ちなみにもう一丁。やるじゃないですか。しかし冬が到来してしまって、これだけ暴れましたが、これがドイツ軍最後の戦果です。これだけ戦果を上げてもまだ足りないんですね。結局この後立ち直ったソ連軍に主導権を奪われてしまって、負けてしまいました。あれだけ殲滅してもまだまだ出てくるんですね。こちらの戦車がボロボロで、石油も余裕がなくなってしまったので、完全に負け戦です。しかし、なかなかハードなモッドですね。難しくてやっててかなりしんどかったですね。しかし、ソ連の物量に押しつぶされるゲームがしたいなとずっと思っていたので、やっと夢が叶いました。もしかして、まず負け戦こそ面白いのよ。さて、このままソ連に押しつぶされるドイツを見るのも一興ですが、絵面がひどいので今回はここまで。クリアするまで挑戦するみたいなので、よければチャンネル登録していただいて、次回以降も見ていただけると嬉しいです。